こんにちは、ちぼです。今日は念願のウズベキスタン情報更新動画をやろうと思います。前回はですね、私自身の旅の経験をもとにウズベキスタンに行くんだったら注意してほしいこと10選という動画を作ったんですけれども、その後ですね、私の動画を見て実際に行かれた方から情報を募りました。たくさんの方からコメントや情報をいただけまして、より多角的な情報を届けられるのではないかと思っております。なのでですね、これからウズベキスタンに行きたいなという方は、前回の私の動画と合わせてチェックしていただけると嬉しいです。またこの動画はですね、年末年始に行かれる方に合わせて作ろうと思うので、今回はちょっとホリデーシーズンっぽい格好をしてみました。チーボーサンタからのちょっと一足早いクリスマスプレゼントになったら嬉しいです。ではですね、ざっくりこの段落に分けて、紹介していこうと思います。では、スタート。ではまずタシケント空港からですね。タシケント空港からはですね、キコログさん、オフィス Z さんから情報をいただきました。ありがとうございます。タシケント空港の国際線ターミナルですね。入国ゲートを出ると手荷物の受け取りと SIM とかを買う携帯カウンターがあります。で、両替所はですね、ゲートを出てすぐ左に行くと両替所があって、その奥がトイレみたいな感じになってます。はい。一般的な空港っていうのは商業施設はその先にあることが多いので、このエリアは再入場不可になりますと。ということなので、ここでですね、両替とか携帯の SIM とかをやらないと大変かなって思います。再入場不可のエリアになるので、皆さんここで必ず忘れずに、はい、手荷物持ってさーって出ずにね、両替とかいろいろやっていただきたいなと思います。銀行でも一応両替はできるんですけど、言語にちょっとやっぱり壁があるという情報もいただきました。やっぱりね、英語を使う国ではないので、ウズベク語しか喋れない方がいたりとかすることがあるので、なるべく空港で両替をした方がいいんじゃないかという意見もいただきました。続いてはですね、その言語についてなんですけど、実際にロシア人のアンナさんという方からコメントをいただきました。ありがとうございます。ウズベキスタン行く際にですね、私も結構 Google 翻訳とかを使ってたんですけど、実際にロシア人のアンナさんからすると Google 翻訳よりもディープルの方が使いやすいし伝わりやすいってことでした。というのも Google 翻訳だとたまにちょっとおかしなロシア語になっちゃうことがあるということなので、ディープルの方が翻訳の精度は高いですよということをね、教えていただきました。ウズベキスタンは結構ロシア語を使われる方もたくさん多いので、そういうのは結構ね、実際のロシアの方からのご意見いただけるっていうのはとてもありがたかったので、らしいです。もしよろしければね、ディープルも使って旅していただければなと思います。続いてはですね、レギストレーツィアについてですね、これ結構皆さん気になるんじゃないでしょうか。で、シマさんという方から情報いただきました。で、シマさんはシムケントに日帰りで行ったそうなんですけど、やっぱそのレギストレーツィアがないのに日帰りとかできるのかとか、飛行機乗れるのかということで、サマルカンドのツーリストインフォメーションに聞いたら、そこではもうはっきり不要ですっていう回答を受けましたということでした。予定表を求められて飛行機の予約確認書を見せることはあったそうなんですけど、正式にはね、実際わからないですけど、私自身は一度も誰に見せることはありませんでしたというエピソードを教えていただきました。ありがとうございます。で、実際このね、レギストレーツィアっていうのは私も行った時に調べたんですけど、この制度自体は旧ソ連の制度らしいんですよ。ね、旧ソ連時代の制度が、そのまま形としてちょっと残ってるっていうものらしくて、正直私の感覚でももう今は形骸化してるだけなんじゃないのかなっていう感覚です。なんか2020年に廃止するつもりがコロナでちょっとうやむやになっちゃったみたいな感じらしいんですよ。だからもう結構実際のところはもうほんと形のみの形骸化にはなってるだと思うんですけど、ただ廃止されてない、完全に正式に廃止されてない、ここがミソだと思います。旅っていうのは自由ですけど、自由には責任がつきまとうということで、やっぱりね、廃止されてない以上はちゃんと宿に発行してもらって帰るまで保管していただければと思います。もうほんとちっちゃい紙ペラなんでね、幅取っちゃうようなものでもないので、それがあることによってね、旅も安心して楽しめると思いますので、まずは発行して保管、これを気をつけましょう。
続いてはバスやシェアライドについてですね。タクシーについては前回の動画でヤンデックスについて細かく説明をしているので、今回はバスとシェアライドの話をしようと思います。で、これがですね、高弘さんから教えていただいて、すごい、これ私本当に知りたかったです。すごいいい情報です、これ。ヤンデックス GO はタクシーの配車アプリなんですけど、ヤンデックスマップ&ナビゲーターっていう無料のアプリがあるらしいんですね。で、これがバスを利用するのにすごい便利でしたということでした。で、使い方なんですけど、まずそのアプリをインストールして、チョルスーバザールあたりにね、地図をこう移動してから、下にあるトランスポートっていうのをクリックすると、リアルタイムでバスが今どこにいるかがわかるっていう、バスの運行状況が地図上でわかるアプリだそうです。で、またそのバスがどこに向かうかっていうのも同時に表示されるので、旅行客とかでも安心にして使えるということでした。はい。でね、またそのバス停をクリックすると、どの路線のバスが、そのバス停に止まるかっていうこともわかるし、またそのバスルート、その先にどうやって進むかもわかるし、そのバスが何分後に来るのかっていうのもわかるという、めちゃくちゃいいですよね。これはね、土地勘のない旅行客の人でも、バスめちゃくちゃ乗りやすいですよね。で、タシケントの最終日に、この高弘さんもこのアプリの存在を知ったらしいんですけど、もっと早くしてたら地下鉄ではアクセスが難しいところももっと格安で行けたのに後悔でした、ということでした。もちろん帰国にあたり空港に向かう際はこのアプリを使用してバスで格安で行きましたと。これはいいんじゃないですか？やっぱタクシーも日本に比べたら全然安いんですけど、ウズベキスタン。でもバスの方が絶対安いですからね。いいと思います。ヤンデックスマッパーのナビゲーター無料で使えるそうなので、これぜひね、皆さん使ってほしいなと思います。知ってたらこれ使いたかったですね。私は Vlog の中でも、ヤンデックス GO のアプリが使えなかったっていう話をしてて、タクシーはね、価格交渉で乗る感じだったんで、結構多分、よりお金をかけてたと思うんですけど、やっぱこういうアプリを駆使することで、安く節約して旅できますからね、その分美味しいご飯食べたり、お土産買ったりとか、ぜひ賢いお金の使い方をして、移動とかもしてもらえたらなと思うので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい。でですね、シェアライド、長距離のシェアライド、これも調べてもらうと出てくると思うんですけど、相乗りで長距離で車で移動するタクシーとはまたちょっと別のやつですね。で、これはね、シェアライドはタシケントからサマルカンドまでだと3000円ぐらいだそうです。だからこれ人数で行けばね、人数で割り勘できるってことですよね。ただ、言語はウズベク語、タジク語ぐらいしかほとんど通じない方、運転手の方が、だそうです。で、やっぱ逆に英語が通じるドライバーになると、その分ちょっと値段も跳ね上がるということでした。ここら辺は本当使い方だと思うんですけど、選択肢がたくさんあるので、皆さんの一番いい形で選んでいただければと思います。続いては、ウズベキスタン鉄道についてですね。私は2等車と3等車かな乗ったんですけど、今回1等車に乗った方から、情報をいただきましたよ。夏美さん、ありがとうございます。ですね、ヒバからブハラ間の寝台列車5時20分発で12時18分着の一等車ですね。一等車はエアコンがつきます。で、乗ったんですけど、途中でエアコンが効きすぎていたのか、薄手の長袖だとちょっと寒かったですと。で、たまたまお隣の方が日本人の方で、ウルトラライトダウンを着ていたそうなんですけど、それがちょうど良かったと言っていたそうです。はい。で、行った時にはもう暑さのピークを超えていて、夜はちょっと肌寒いなっていう時があったので、時期とかタイミングもあるのかもしれませんが、ということでした。はい。でですね、また、一等車の2人部屋は荷物の置くスペースがあまりなく、お互い大型のスーツケースだったこともあり、部屋はスーツケースでほぼ埋まってしまいました。ということでした。はい。多分ね、夏美さんは9月ぐらいに行ったんじゃないかなと思うんです。コメントの時期が多分それぐらいだったと思うんで、夏、7月、8月とかは多分過ぎた時期に行かれてたと思うんですね。夜の時間で走ってるところは砂漠なんですよ、ウズベキスタン。なので、やっぱね、夜は冷えるんです。夏は暑くても。砂漠だから冷えるんですよ。だからね、多分ちょっと寒かったんだと思うんですね。はい。やっぱね、ウルトラライトダウン着ててちょうどいいってことなんで、それぐらいの感覚ってことですよね。私は5月に行ったんであれでしたけど、でもやっぱ入った瞬間は蒸し暑いけど、夜はもうちょうど良くなりましたね、やっぱり。砂漠走ってるんで、だんだん気温も下がってきたので、夜は涼しいです。はい。
で、荷物の件は私も2人部屋実際中入ってないからわかんないんですけど、いろいろ調べてみたんですね、ネットで、ブログとか。で、ちょっと一等車に乗った方の、荷物置き場を撮った写真のブログ、ちょっと発見したんで、これ載せていいのかわかんないんですけど、ちょっと URL 概要欄に載せておきます。続いて、こちらもウズベキスタン情報になります。高弘さんですね、教えていただいた。これもね、すごいいい情報だなって思います。行く方ぜひこれ参考にしていただきたいんですけど、じゃあ今度逆ですね。ブハラからヒバに夜行列車に行ったんですけど、乗る前に行った地元のお手頃なサウナスパがとても良かったですと。サウナスパはスパサウナ、これコチブニクっていうのかなのお店で、旧市街から東に1キロほどの場所にあるそうです。で、ハマムではなくてサウナと小さいプールがセットになっていて、1時間施設を貸し切りで10ドルだそうです。そんな高くないですよね。で、旧市街にハマムもあったんですけど、1人35ドルと分かって、お風呂入るのにちょっとこの値段はなぁと。そんな時にこちらを見つけて、まさに救世主現るとめちゃくちゃテンション上がりましたと。で、水回りもとても清潔なので、日本人でも全然問題ないですよということでした。で、夜行でヒバに行くんだけど、お風呂に入りたいっていう人にはめちゃくちゃ利用価値が高いのではないかと思います。もちろんお店の回し物ではありませんよと。ね、素晴らしい。この情報はありがたいんじゃないですかね。私すごい気になったのが、私はタシュケントに朝着いて、1日ちょっとぐるーっと半日観光して、その夜にタシュケントからヒバに14時間行ったんですね。で、この時はね、私は逆に見つけられなかったんです。銭湯とかハマム的なのは。だけど、真夏行く人、私まだゴールデンウィークだったからあれなんですけど、真夏行く人とかはやっぱさ、汗かいた状態で、一回汗流したいとかあるじゃん。女子とかはね、メイク綺麗に落としたいとか、トイレとかでもできるけど、あると思うんで、これね、すごいいい情報じゃないかなと思います。これはブハラからヒバに行く時のブハラにあったスパになるんですけど、こういう情報すごい欲しいですね。逆にね、タシュケントにも、いや、あるよとかあったら、ぜひね、皆さんコメントでいただけるといいなと思います。ね、水回りもとても清潔だったのでということなので、ね、日本人の方、女性の方でも安心して使えるんじゃないかと思うし、貸し切りにもできるし、貸し切り1時間10ドルですからね。ね、そんな高くないですよね。ちょっと、ここに載せて、お店の名前載せておくので、ぜひね、皆さん、もしよかったらこれ調べてみてください。続いてはですね、エリアごとの情報をいただきましたので、まずはヒバの情報からですね、まずはですね、いちさんからいただいたヒバのマニアック情報です。ヒバのバザールをおすすめします。ヒババザールですね。イチャンからの来たタクシーで約5分、7000住むぐらいで行けるそうです。Google マップにもヒババザールで載ってるそうですよ。はい。他の街の有名なバザールとは違って、土の地面に木の棒を刺して柱にした露店が延々と続いており、ドローカルというか昔のカンボジアの市場を思い出しましたと。完全に地元民の市場ですよということで、とてもねドローカルな情報をいただきました。チョルスバザールとかサマルカンドのバザールとかは基本的に皆さんやっぱり行くと思うんですけど、みんなが行くような観光地だけじゃ物足りないなっていう方とかは、ちょっとこういうところにね行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。写真で見たんですけど、確かにだいぶローカルでした。チョルスバザール、ショブバザールとは全然違う、もっとローカル感を味わえるし、もっとウズベキスタンのこうディープなところが見れるんじゃないかと思いますよ。ちょっと楽しそうだなって思ったので、ぜひ皆さんね、ちょっとそこにね行ってみるっていうのも良いかと思います。続いてはですね、同じくいちさんからヒバのメドレセホテルに実際泊まった情報を教えていただきました。私メドレセホテル泊まれてないので嬉しいです。私が泊まったフェルーズカンホテルはムハンマドラヒンハンメドレセの東半分をホテルにしたもの、西半分はチケットで入るメドレセだそうですね。部屋は中庭を取り囲む元新学生の部屋で全25室だそうです。水回りも広くてバスタブもあるそうですね。ただし熱いお湯が出るのは最初の方だけで注意ですということでした。何よりも広くて静かで美しい中庭でくつろぐのは最高でした。美しいメドレセで泊まれるというのはとてもいい経験でしたと。一泊約54ドル8000円で泊まれたそうです。はい。で、ヒバではオリエントスターホテルっていうすごい有名なとこですね。カルタミノルにつながる。と、ホテルムサトゥラメドレセ。この3軒しか見当たらなかったんですけど、他にもあったら教えてほしいですというご意見もいただきました。ね、いいなぁ。
私もメドレセちょっと泊まってみたかったんです。メドレセっていうのは進学校なんですけど、今ではね、もうそういう進学校をホテルに改装して泊まれるようにしてるっていうのがヒバには何軒かあるそうなんですけど、そう、メドレセは中庭があるんで、それがすごくいいんですよ。落ち着く、本当に。観光でもね、メドレセの中入れるから、それはわかると思うんですけど、どこもね、大きい中庭があって、ちょっと木が立ってたりとかして、そこに青いタイルがね、パーって一面にファーっとこう見れるのが、すごい綺麗なんですね。これまた観光で見るのもいいんですけど、実際自分が泊まってくつろぐね、チルタイムで見れるっていうのもなんかすごいんじゃないかなって思いました。ぜひくつろいできてください。続いてはエリア別の情報ですね。キコログさんからいただいたサマルカンドの情報です。サマルカンド観光所に最強の日本人がいますと、ツイッターの X だとスタン系男子っていう名前のアカウントの方らしいんですけど、この方はウズベキスタンを愛し、ウズベキスタンを知り尽くした方で、観光所主催のツアーも面白いので、ぜひ立ち寄ったらいいと思います。ということで、情報いただきました。はい。で、実際私もこのスタン系男子さんですね、最初の方にお伝えしたレギストレーチアについての情報は、実際このスタン系男子の方のブログからちょっとね、参考に抜粋させていただいたんですけど、いろいろウズベキスタンのことについての情報をまとめてブログにしてくださってる方で、はい。観光所にいる方ですからね、もうプロです。サマルカンド観光のプロです。なので、観光所主催のツアーとかもあるらしいので、ぜひね、なんかこう、そういうツアーに参加して観光したい方とかはいいんじゃないですか。サマルカンドは多分やっぱりこう、ウズベキスタン観光のハイライトとして皆さん日程とかも多く抑えてる方が多いかと思うので、日本人の方だからね、安心してお話、情報収集できると思うので、ぜひ皆さん立ち寄ってみてください。以上となります。皆さんご協力いただきありがとうございました。まだ全然情報が少ないウズベキスタン、誰かの役に立てばと思って始めた YouTube やウズベキスタン Vlog ですけど、クオリティも低い。ね、編集能力も低いということで、すごく自分の至らなさをとても痛感していたんですけれども、ね、もっと役に立つ情報を今後ウズベキスタン行く方にお届けできればなということで、行った方にね、皆さんの情報をもらえないですかってお声掛けしたら、本当にたくさんの方からこうやって情報をいただけて、いや本当にこの動画は皆さんと一緒に作り上げられたなと思っております。ありがとうございます。年末年始にね、行く方も多いっていうのをすごくコメントでもいただいてたので、ぜひこれは本当その年末年始までにはあげたいと思っていて、できればね、22日の日にあげたいと思ってます。これが22日の日にあげられたらね、こうカットできずにできるんですけど、はい。ぜひこれを見ていただいて、年末のお忙しい中ね、慌ただしい時期で申し訳ないんですけど、もしよろしかったら年末年始旅行行く前にこの動画見ていただいて、何か一つでもお役に立てればなと思います。皆さん本当素敵なね、年越しをしてきてください。31日大晦日の日にサマルカンドのライトアップ見れたら最高だよね。あれやるのかな、やっぱりどうなんだろう。私それも知らないんですけどね、なんかやりそうだよね。12日とかには普段はさすがにやってないんですけど、年末年始ぐらいはなんかカウントダウンあそこレギスタン広場でやってほしいよね。どうなんだろう、やるんですかね。もしよかったら皆さん行った後の報告とかコメントもねもらえたら嬉しいです。やってねしてよとかね、あったら教えてください。以上、本当に皆さんありがとうございました。ご協力いただいてお役に立てれば嬉しいです。ということで、ちょっと早いクリスマスプレゼントになれたかな、厨房さんだから。はい。いつもご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメント、チャンネル登録などよろしくお願いします。インスタグラムもやってますので、ウズベキスタンの動画で紹介できなかった写真などは、インスタグラムでも上げてますし、あとは簡単なウズベク語っていうのも、旅先で指差しとかもできるような感じで、私が使って役に立ったウズベク語は、インスタグラムでも投稿してますので、ぜひよかったらウズベキスタン行ってる期間だけでもね、フォローとかしていただけると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご協力ありがとうございました。皆さんいい年越しを。こんにちは、ジモです。今日は念願のウズベキスタン更新動画。